皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットの安です。今日の卓球知恵袋は、卓球練習について、卓球練習の初級編1ということでやっていこうと思います。卓球練習っていうのを取り入れている方も多いのではないでしょうか。このようにですね、ボールをたくさん準備して、ボールを使ってこういうふうに球を出して、出された方が打つ練習をするという練習になります。で、この卓球練習のメリットなんですけど、まず新しい技術や新しい足の動かし方、フットワークの動き方っていうのを覚えるときに反復練習がしやすい。一球練習だとどうしても一度ミスをしてしまうとまたボールを拾いに行ってやったりとか、すぐにミスが続いて効率が悪いというようなことがあるんですが、卓球練習だと連続で出せる、もしくはミスをしても気にせずに次にチャレンジをできる、何度も何度も繰り返しできるということで、とても効率が良い練習ができます。2つ目のメリットが送球技術。球出しの技術があれば、例えば自分がとてもレベルが低くて一球練習じゃ相手の方の練習はうまくできないけど、送球技術さえあれば強い人の練習相手ができる、練習に、レベルが関係なくなるということですね。これはとても大きなことだと思います。一球練習だと練習にならないということが起きづらい練習が卓球練習の特徴になります。もう一つのメリットが基礎技術や身体スピード、反射スピード、こういったものを鍛えるのに最適な練習ができる、短時間でたくさんの練習ができるということになります。卓球練習にはこのようなメリットがありますので、ぜひ皆さんやってほしいなと思います。では実際に卓球練習で送球者がボールを出すということについて、出し方っていうのを解説していこうと思います。まずは初級編ということで、ロングボール、トップスピンのボールですね。こういったボール、ロングボールを出すっていうことに、焦点を置いて、どうすれば綺麗なロングボールを卓球で出せるかっていうことをやっていこうと思います。まず出し方の1つ目のポイントは、ボールを持ってラケットにぶつけるようにして出すというふうな方法で卓球練習を出すっていうことを覚えてください。これはなぜかと言いますと、卓球練習でワンバウンドさせて出すっていう方も多いと思うんですけど、直接出すことで後々、例えば遠いところから出したりとか、強い球を出したりとか、そういうことがもっともっと卓球練習を応用していくようになった時に、よりレベルの高い卓球を出すようになります。ですので、まず最初のうちからぶつけるようにして出すっていうことを、最初に覚えるようにしてください。2つ目のポイントは、まっすぐなトップスピンをかけれるようにしてください。まっすぐなトップスピン、ここで例えば横に振ってしまって横回転が入ってしまったりとか、出すことに夢中になって相手のコートに送るように押し出してしまってナックル気味になってしまう、そういうことがないように避けてください。まっすぐなトップスピンをかけるように、軽くトップスピンをかけて飛ばすようなイメージで、卓球を出してください。こういった感じです。3つ目のポイントは、コースをしっかり狙える。最初は連続で出すことは難しいんですが、1球ずつでいいので、フォアに出すときはきちんとフォアを狙えるように、バックに出すときはきちんとバックを狙えるように練習していってください。ここでコースがバラバラになってしまうと、もちろん打つ方としては、判断の練習とかにはなるかもしれませんが、実際にはフットワークをするときに要求通りのところに球が来ないとうまく練習ができないというふうになってしまうので、送球者が出すボールを自分でコントロールできる、しっかりとコースを狙えるように、深さやそれぞれバックかフォアかとかっていうようなことをしっかりコントロールできるように、まず送球者もそういった練習をしてください。では今回は送球者だけでそういった球出しのスキルを養うための練習を紹介していきます。
こういったカゴとか箱とか何でもいいんですけど、こういったものを的にしてこう的を狙って当てる練習っていうのをやっていきたいと思います。こういったものを置いてそこに狙って出す、まずはコントロールの練習ですね。であとはその時に軽くトップスピンをかけるっていうことを意識する。でボールは直接持ってこういうふうにぶつけるように出す。でこの3点を注意しながら、まずはこういった的を置いてコントロールを養う練習っていうのをやっていきましょう。